皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん、明けましておめでとうございます。Happy New Year! 明けましておめでとうございます。2026年1本目のエピソードになります。皆さん、年越しはどうでしたか？どうやって過ごしましたか？花火を見たり、家でゆっくり過ごしたり、もうベッドで寝てたよって方もいるかと思いますが、2026年の新たなスタートですね。ってことですね。新年2026年一発目のエピソードを何にしようかと考えていたんですが、この前ライブ配信をやった時に語学学習のプランとかゴールについて話すのはどうですかとアイデアをいただいたので、今回は、それでやっていこうと思います。そして本当にゲリラライブということで急にライブ配信を12月29日にやったんですけど、参加してくださった方々本当にありがとうございました。また急すぎて参加できなかったという方はアーカイブをね残しているので、ぜひそちらで楽しんでいただければなと思います。ではですね、今回は私の2026年の語学学習目標とプランについて話していこうと思います。皆さんは毎年または半年に1回とか3ヶ月に1回語学学習のプランを立てますか？日本語を学ぶ計画などは立てますか？または気軽に楽しみながら学びたいから、あまりゴールや目標、計画などを立てずに勉強するタイプですか？私は今はテストに合格しないといけないとか、外国に移住予定があるわけではないので、明確な計画や目標はありませんでした。もちろん、成長していけたらなと思っていたし、学んでるからこそには話せるようになりたいから勉強していたんですけど、やっぱりね、そのテストに向けて緊張感を持ちつつ勉強していた時の方が、結果も出ていたし、成長した実感もありました。なので2026年は計画を立てて、プランを考えて、それに沿って、その目標に沿って勉強していこうかなと思いました。なので今回は私の2026年の言語学習にフォーカスした計画、プランと、どうなりたいか、そのゴールですね、についてお話ししていこうと思います。まずですね、ちょっと2025年の反省会ということで、2025年語学を学ぶにあたって反省しないといけないなって思うことがあるんですけど、やっぱり私はね、自分の性格上、具体的な計画がないと勉強しない日があったり、だらだら過ごしてしまう日々が多かったなと感じています。とはいえ全く何もしない、本当に日本語にしか触れていない日は多分なかったです。ポッドキャスト、英語とか韓国語のポッドキャストを聞いたり、YouTube で動画を見たり、韓国ドラマをたくさん見たりと、何かしらね、日本語以外の言語には触れているのがほとんどでした。ですがやっぱり計画がないと、その単語を学ぼうっていう気でね、ドラマを見ていたっていうわけではない時もあったので、なんとなくそのストーリーを楽しんで終わりということが多かったです。で、それで振り返ってみて、やっぱり私は目標とか計画がないとダラダラしてしまうタイプなんだと気づきました。何もないと自分を律して頑張れるタイプではないんだなって思って、これをやるって決めておかないとなかなか行動に移せないんだなと気づきました。なので2026年はこれをやると決めて、それに沿って過ごしていきたいなと思います。もちろん途中で計画が変わったり、学びたい言語が減ったり増えたり、計画が変わるということはあると思います。ですが今回は2026年1月時点での計画を皆さんとシェアしたいと思います。そしてここでシェアすることで、一切やらないわけにはもういかないじゃないですか。私はやりますってこう宣言するので、
それで自分のモチベーションを保てたらなと思っています。皆さんも2026年はこんな風に日本語を勉強する予定ですとか、日本語以外の言語をこうやって学ぶ予定ですなどありましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただけたらなと思います。お互い語学学習のモチベーションを高めながら1年過ごせたらなと思います。ではですね、まず私が2026年に学びたい言語ですね。3つあります。2026年に学びたい言語は、スペイン語、韓国語、そして英語です。この3つの言語に取り組んでいきたいと思っています。複数の言語を同時に学んでいる方もいると思いますし、私も今まではそんな感じで勉強してきました。去年は韓国語をやったり、スペイン語をやったり、たまに英語を勉強したりと、かなりバラバラに学習していました。ただ、2025年を振り返ってみて、やっぱりそれではダメだなと強く感じています。英語に関しては昔からある程度勉強してきたので、基礎はあるかなと思います。ですが、韓国語とスペイン語はしっかりとした基礎がないまま、同時進行のような形で勉強していたので、実際にやっていて効率が良くないなと自分で気づきました。なので、2026年は一つの言語に集中して勉強しようと思いました。でも、3つあるので、期間を分けてね、勉強していこうかなと思います。で、まず最初に学びたい言語はスペイン語です。この1月から最初の3ヶ月ぐらいはスペイン語を重点的に勉強していこうと思っています。スペイン語を勉強してきたこれまでの流れを話すと、多分3、4年ぐらい前に初めてスペイン語を勉強したいなと思って、それがきっかけで少しずつ勉強し始めました。でもスペイン語の教科書があるわけでもないし、学校に行って学んだっていうこともないので、本当に前提知識がゼロの状態から始まりました。でですね、最初1ヶ月ぐらい勉強して、でももう難しすぎてやめたり、でもまたスペイン語勉強したいという気持ちが出てきて、ちょっとだけ勉強するけど、またやめてっていうのをもうずーっと繰り返してきました。なので、1ヶ月とか2ヶ月かけて覚えたのが、半年ぐらいかけて全て忘れて、で、また一からスタートするみたいなのを本当にずっと繰り返してきていて、すごくすごく効率が悪い勉強だったなと思います。でもさすがに、もういい加減それはやめたいなと思ったので、2026年の初めはスペイン語に全集中しようと思っています。今のスペイン語は、自己紹介できるかできないかぐらいで、本当に初心者中の初心者で、あとはメキシコのスラングを少し知ってるかなぐらいなんですけど、本当に知識がゼロの状態ぐらいなので、今からね、たくさん勉強していこうと思います。で、勉強の仕方なんですけど、やっぱりスペイン語って日本語ともう全く違うので、単語を勉強したりとか、文法を勉強しないと、自己紹介とか簡単な文すら話せないなと感じました。なので、やっぱり最初は簡単な単語とかフレーズを覚えて、で、A1 とか A2 ぐらいの文法は勉強してから、会話の練習などをしようと思います。文法は最初に学ばなくていいよとか、文法を学ぶのは最後っていう方もたくさんいると思うんですけど、私にとったらスペイン語って本当に理解できないことが多くて、男性名詞、女性名詞とか、動詞がね、主語によって活用形が全部変わるとか、そういうのが本当に意味わからなさすぎて、頭がすごく混乱するので、やっぱりある程度ね、簡単な文法、どういうふうに変形するかとか、そういうルールは知っておくべきだなと思います。なので私は単語とかフレーズ、そして文法を初めにちょっと勉強していこうかなと思っています。で、リスニングはもちろんとっても大事だと思うので、今までは韓国語のポッドキャストをたくさん聞いていたんですけど、今年からはそれをスペイン語に切り替えて、スペイン語のポッドキャストをたくさん聞いたり、あとは動画をたくさん見たりしようと思っています。で、シャドーイングですね。シャドーイングは私はもう最初からやろうと思っています。
で、このシャドーイングの目的は、全ての単語を理解することではなくて、リズムに慣れてそれをきちんと発音できるように練習していこうと思います。で、どんどん単語とかを学んできたら、もちろん全てね、意味が理解できてた方がいいので、ちゃんと一文ずつ理解しながら、シャドーイングもしていこうと思っています。で、そうですね。あとは、リーディングとかライティングなんですけど、リーディングとライティングはあまり今は重視していないので、まずはリスニングとスピーキング、この2つの技能を伸ばすために、2026年の最初の3ヶ月ぐらいは、スペイン語に全集中して頑張ろうと思います。で、毎日例えばフルタイムの仕事みたいに8時間もスペイン語を勉強するわけではなくて、多分私が使える時間は1時間とか、マックス2時間ぐらいかなって思います。それぐらいしか勉強ができないかもしれないので、急にね、3ヶ月で流暢になりました、フルエントになりましたっていうことはないと思いますが、最初の1クォーター目をスペイン語の学習に時間を割いて、どれだけ成長するかやってみたいなと思っています。あとですね、スペイン語をどうやって学ぶか、少しだけ情報を付け足すとしたら、私はメキシコのスペイン語を勉強しようと思ってます。スペインのスペイン語とかコロンビア、ペルーのスペイン語ではなくて、メキシコのスペイン語をね、勉強しようと思っています。で、その後はですね、韓国語も再び勉強したいなと思っています。韓国語は本当に私のただの趣味で好きだからやっていて、いつかちゃんと流暢に話せるようになりたいなと思っています。で、2025年韓国語はちょっと勉強していたので、忘れることはたくさんあっても、本当に全てもう自己紹介もできないぐらい全部の知識を忘れることはないだろうと思っています。なので、2026年は韓国語は後半にね、また学びたいなと思っています。あと韓国語は、勉強っていう勉強をしなくても、多分音楽はたくさん聴くだろうし、韓国ドラマ、カンドラをね、たくさん見ると思うので、リスニングをする機会は、もう普段普通に生活していたらたくさんあるので、インプットは問題ないかなと思っています。そうですね。2026年、最初はスペイン語に集中して勉強しようと思っているんですが、その後に少しずつ韓国語の時間を増やしていったり、でですね、2026年は英語も勉強したいなと思ってます。これもですね、2026年の後半にしようと思っているので、最初ね、今はまだそんなに集中して勉強するわけではないんですが、後半に勉強しようと思ってます。というのも、ここ数年、ほとんど英語を勉強しなくなってしまって、語彙力も全然伸びていないですし、むしろ実力がどんどん落ちてきているなと思っています。英語はね、いろんなコンテンツもあるし、動画を見たり、ドラマ、映画を見たり、たまにするんですけど、もうほとんど、パッシブの、ただ聞くだけになってて、自分からね、単語をたくさん学ぼうとか、語彙力を増やそう、スピーキングの練習をたくさんしようとして時間を取っていたわけではないので、完全に実力が落ちてきているなと感じています。なので、このままではもう英語の実力がどん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 衰えていくなと感じたので、2026年は、後半にね、英語をちょっとしっかり1ヶ月とか2ヶ月とか、英語を学ぶ期間を作りたいなと思っています。で、英語を学ぶ際ね、私はリーディングを、本を読むことをたくさんしたいなと思っています。月に1冊はちょっと多いかもしれないですけど、月に1冊ぐらいのペースでね、2026年後半は2、3冊ぐらい本を読みたいなと思っています。まだ何の本を読むかは決めていないんですが、英語の本を読んで語彙力を上げたいなと考えています。会話ももちろん大事だとは思いますが、今はあまり英語を使って話す機会がないので、動画を見たり、本を読んだ時にしっかり理解できるよう、英語はインプット重視でやっていこうかなと思います。
英語を使う機会はゼロっていうわけではないので、まずは再度インプットをしっかりしてから話す機会をね、英語を話す機会を作ろうかなと思っています。こんな感じで2026年は、まずはスペイン語を優先して、で、後に韓国語、英語、少しずつ勉強していこうと思います。1年間の計画を今すぐ立てること自体はいいと思うんですけど、正直そんな先の未来というか、生活のリズムがね、もしかしたら変わるかもしれないし、どれだけ語学学習に時間を割けるかっていうのも少し変わってくる可能性もあるので、臨機応変に対応していこうと思ってます。なので今の計画、ここ数ヶ月の計画は立てるんですが、臨機応変に対応しつつ、どのぐらいスペイン語の実力が伸びるのかによっても、その後の韓国語とか英語の勉強の時間は変わってくるなと思ってるので、またそれをアップデートバージョンみたいな感じで、2026年の後半、または最後にエピソードを作ろうかなと思います。今回は私の2026年の語学学習プランと目標についてお話ししてみました。皆さんはどうですかね。日本語を学んでいる方は日本語だけを学んでいますか？ 2026 年は日本語学習に集中する予定ですか？またはその他にも学んでいる言語などたくさんあると思うんですけど、皆さんの2026年の語学学習の計画予定だったり目標などありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。2026年もこうやってポッドキャストを更新していくので、皆さんも一緒に楽しみながら日本語を勉強していただけると嬉しいです。では今回はここまでになります。皆さん再度もう一度ね、明けましておめでとうございます。皆さんの2026年が楽しい思い出であふれるよう願っています。今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。